今回は道志の森キャンプ場にキャンプに来てるんですが、キャンプスタイルさんがナイフが欲しいということで、手持ちのナイフの中から選んでもらおうかと。家にあった手持ちのナイフをざーっと持ってきて、簡単にご紹介しようかと思います。1本目、手の大きいですね。こちらバークリバーの UP ブラボー、知ってる？ブラボー1っていうのがバークリバーだとものすごく有名なんですけど、それよりもうちょっと刃が薄くて、でこのカナディアンブレードっていうこの丸まってるのが特徴的なスタイル。ちなみにこれは A2 鋼っていうタイプですね。刃は A2 鋼って A2、そうでもね、一回これでテルナの硬い巻き、砂利付きのやつでバトニングしたら思いっきりここがゴロンって3ミリぐらいチップして、あれで今研ぎ直してめちゃめちゃ綺麗に研ぎ直しました。今はもう切れ味抜群。なるほどね。でグリップでも握ってみる？このバークリバーで一番代表的なブラボーっていうタイプのグリップの形。いいね。もう悪くはない。悪くはない。よいしょ。同じようなやつからいくか。で、こちらはあれ？これもバークリバーのタンドラ。これ講座 CPM3V で同じくカナディアンブレードになっているタイプ。僕的にはブラボーのグリップより、これオーロラと同じグリップなんですけど、オーロラグリップの方が僕は好きですね。今一番多く使ってるナイフですね。せっかくなんでもう一本バークリバー。これはバークリバーのウィルダネス5っていう。これは刃が5インチ、12センチぐらい刃があるので、バトニングとか、若干長い方がやりやすい感じ。一回り大きい。そうそう。で、ヒルト、これついてるから、割と安全に使えるっていう。スルッと滑って指シュパーって切るのがないので、割と安心。これはね、CPM クルーウェアっつってめちゃめちゃいい手です。グリップはでもね、オールドスクールっていうか、ラブレスさんという人のデザインで、この形のナイフが多いと。結構好きなの。ちなみに、このカイデックスシースは自作で作りました。で、エッシーのバッグをつけてですね。これもね、気に入ってるんで、もしかしたらグリップをウッドかオリジナルのマイカルタに付け替えるかもしれません。これいいですね。もうバークリバーで全部いこうか。こちらはバークリバーカナディアンスペシャル。僕はこの丸まってる刃が好きなんで。で、ギリギリ4インチ10センチぐらいの刃の長さで小型で、グリップが結構特徴的。一見握りづらく見えるんですけど、割とね、慣れるとすごい握りやすくて、こういうのどう？好きかも。割といいでしょ。これね、すげえ気に入ってんだよね。でもね、俺はこういうタイプ。これもね、このルックスに関してはもう、これかなり好き嫌いが分かれるやつじゃない。CPM3V で、シースも蜜蝋でエイジングしてるのだいぶ渋い感じに仕上がってますね。かっこいいね。これなんか全体的によくできてる、このフォルムが。そうだね。渋いって感じ。バークリバーのあれなんだっけな、名前忘れちゃった。プーコスタイルのやつですね。フルタングじゃない、ナロータングって言って、この真ん中に鉄が通ってる
なんであんまり激しくバトニングとかすると中からウッドが押されちゃうんで傷むと。その代わりなんつうの、寒くても手が冷たくならなかったりとかなんで、斧とかと斧とナイフ2本持ってってやる人はこういうタイプがおすすめっていうやつですね。で CPM3V で実はこのグリップがね、このハンドルがねめちゃくちゃ握りやすいんですよ、この形。なんかスッとくるでしょ。スッてくる。そう、これ危ないね。だからあんまり荒仕事するとさ、そうだね。スコーンっていったら指スパーいくでしょ。いきそう。だから割とナイフの扱いに慣れてる人であんま無茶せず、なんでウッドクラフト系のことする人だからね、これも研ぎ上げたらめっちゃもうひげ剃れるぐらい今切れるよね。なんでひげ剃りの例え毛が剃れるってなんかすごいかなって思った。これかカストロームのラースフォルトっていうタイプですね。バークリバーは終わったんだ。バークリバーは終わった。でこれはスレイプナーっていう、これもなかなかいい鋼材で、いわゆるなんかスカンジグラインドってやつですよね。これも11センチぐらいあるのかな。なんかいかにもブッシュクラフトっていう感じのタイプ。まあまあ、柄は好き。結構好きかも。これ結構ね有名な人がデザインしたやつみたい。そのサバイバルのスペシャリスト的な人が。なるほど。でもちょっと重いかああそうね。でこのカーリバーチっていう材なんだけど、この木の、これがさ最初撥水加工って何もしてなくて、普通にそのまま水研ぎしてたら水吸って木がブワー膨らんで隙間がバカーできちゃって、だからこれね、もし買って水につける人は最初にオイル仕上げとかした方が絶対ですね。僕は失敗しました。こう歪んじゃったの。カストロームでした。こちらはちょっと分かりづらいですけど、日本刀？めちゃめちゃ有名なブッシュクラフト系のナイフのハンドルがあんまりにもひどかったんで、自分で、麻布を巻いて樹脂で固めた、なんちゃってマイカルタでフィンガーグルーブとかつけて削ってみたタイプ。ハンドルは自作？ハンドル自作。そのこれね、なんだっけな、私知った。これ L マックスです。パワー L マックスってステンレス、最高級ステンレスってやつですね。でまあスカンジ、これもだからね、刃自体はすごいいいやつだ。でこれまあ勢いでさバババッと作ってみたんだけど、またこれをちょっと進化させるのもありかな。一回ぶっといの作ってみたってさ。でも今までの中で一番ぶっといんじゃない？太いのは基本的にやっぱなんか握り心地よく感じはするよね。見た目がでもね悪い。ナイフのブランドの名前を忘れちゃった。115、なんのこっちゃ115っていうやつね。これはベンチメイドのリュークですね。これも CPM3V で、これは珍しくフラット系のセーバーグラインドみたいなタイプ。ただまあグリップが樹脂グリップ、でベンチメイドってすごい高いのね、ナイフ全部200ドル以上とかなんだけど、これ110ドルとか120ドルぐらいなの。まあ、日本だと全然高いけど、要はこういうなんつうの、安い素材使ってガシガシブッシュクラフトで使いましょうみたいなナイフらしいのね。ただこの握りが気に食わないから、ここゾクッと取ってウッドか水牛の角かなんちゃってマイカルタかに改造しようかと。でもキャンパーの人はいや、その実用本位の人は逆にそのラバーグリップの方が滑んないし、
いいね。もう使いやすそう。使いやすいこれは。俺これね、しかも CPM3V っていうスーパースチールというすごい割と高級な材料なのよ、刃が。でベンチメイドで工作精度も高くて、日本で今ね海外でこれ買えないの。日本の代理店の山秀さんっていうところが一括してやってるらしくて、海外にベンチメイドのナイフ発注しても日本には送れませんって言って。で確か俺これ普通に山秀日本のネットで2万ぐらいで買ったのね。でも安いと思うけどねこれは。そうこれ気に入ってるんでね、グリップを付け替えてまたやってみようかなと。なるほど。シースはこれはバークリバーのシースに入れ替えてですね、これちょっと珍しいやつか。これはいわゆる DBK ナイフですね。ダッチブッシュクラフトという YouTuber がクラウドファンディングで金集めて作ったナイフで、俺もそのクラウドファンディングに応募してやったと。鋼材は LMAX サビには強いタイプで、多分ちょっとこの分かりづらいと思うんだけど、バークリバーのガニーっていうナイフなの。それのデザインとほぼ同じような感じのサイズ感になってます。で作ってるのは TRC ナイブスっていうリトアニアだっけな、あっちの方のかなり工作精度高いものを持ってるメーカーが作ったナイフで、これはまあ普通売ってないんだけどね、普通に。まあクラウドファンディング。そう、このナイフのセットが見たら、ね、レーザーステッチ、レーザーのなんかとか入ってるんだけど、よくできてるわって感じ。でもレーザーは別に普通に入れられるよ。簡単なんだ。簡単。そうね、シースの作りとか、こういうとことか。この長さいいね。ちょうどいい感じだね。多分テールスはそんなバキバキやんないから短めの方がいいと思うんだよね。なるほど。テルっていうかね、キャンプスタイルさんね。待ってました。そうっす。ここからはね、ハンドルは僕が付け替えたやつで、これはコンドールっていうメーカーの、ブッシュロアっていう割とコンドールの中ではメジャーなブッシュクラフトナイフで、鋼材なんだっけな、いいよ、うんちくいいよ。いつでも聞いてかな。でもね、俺その殴り加工は多分すげえいいと思うわ。いいわこれ。なんかね、殴り加工しちゃえば何でもかんでも握りが良くなるっていう。いやまあいやいいわ。滑りづらくなるし、はい、どうぞうんちく。そうなんですよ。これその殴り加工っていうよくいろんなところで今見ると思うんですけど、この加工をするとですね、なんかね、まあ単純に握り心地が良くなるんですよね。なんでベンチメイドとか他のやつもこれでいってみようかなと思ってます。これもね、めちゃくちゃこれミラー仕上げまで研いでるから、すね毛がすごい。見た目いいよね。これもなんでしょう。何でも使えるっていう。そうだね。刃の長さと形状で、これね、刃が割と薄めなんで、ブッシュクラフト分厚い刃が多いじゃん。あれだともう料理とか割る感じになっちゃうんだけど、このぐらいだとかなりトマトとか切ってもまあギリいける。スパンジぐらいで。これもカストロームのナンバー10ですね。これはね、こうむにょっと曲がった感じの。いいね。これちょっと使ったのかな。これもスカンジグラインドでスレイプナーっていう鋼材のタイプ。これも僕がオリジナルで作ったグリップに付け替えたんですね。っていうかウォールナット。ウォールナット、ブラックウォールナット。ちなみにそう、刃だけ買ったのよ。ヨーロッパのサイトで刃だけ売ってたから、刃だけ輸入して、でブラックウォールナットっていうのを削って、自分で装着したタイプ。これは前にも見せたよね、テレビはね。この湾曲がいいね。いい感じ。長さはそのぐらいがいいのかね。これでも紐も通せるからいいよね。これね、ちゃんと全部ね、真鍮で作ってあるんで、磨けばピカピカになります。でもどうなんだろうね、真鍮ってさ、
ちゃんとこまめにお手入れしないと鈍くなってくるんじゃん、色が。まあでもそれはそれはそれで味が出て味が出ていいのかな。まあ、磨きたい人は磨けば。俺的にはこれ結構好きなんですけど、これもカストロームのウッズマンっていう小型のタイプ、同じくスレイプのやつで、結構ね握りがさっきのと比べるとだいぶ細く感じるかもしれんけど、ちょうどこのマスクとかの方がいいのかな。あ、好きそうこれは。うん、料理するのにいいかもね。そうだね、短めの小型のタイプ。そう。ちょっと男の人にはちっちゃいかもしれない。女子の人にちょうどいいかも。そうこれウッズマン、だから俺ナイフにこだわりない人はもうこれでいいと思うんだよね。2000円ぐらいで買えてさ、で研いだりもめんどくせえっていう人はもうバッキバキこれを使って壊れたら買い替えるっていう。なるほど。そうそうそう、コスパ的には材料だ。しかもこれね研いだらめっちゃ切れるようになるから、やっぱしかもグリップもねいいのよ。もう今まで見た中でベスト3ぐらいに握りやすいと思うんだよね。握りやすいけど、刃は不安だよね。なんか今まで見た中では。それもフルタンクじゃないから、あんまり壊れたって話聞かないけど、中には壊す人いるらしい。これで、でもねバトニングして。正直ねこの構造でガンガン叩いたところで樹脂だから、劣化して割れるとかあるかもしれないけど、あと緩むとかあるかもしれないけど、よっぽどじゃなきゃ折れたりはしないと思うけど、使い方さえ間違えなければ長持ちするんじゃない。しかも安い。ただ見た目とかそのなんつうの所有欲的なものは、これが2000円ぐらいで、このさっきのバークリバーのこれとか4万とか5万とかするからね。いやでもいかれてるよね。違うもん全然。いやナイフなんてもっと上にはさあんのよ。20万30万のやつももちろんあんだけど、いいじゃない。あとはこういうやつ、これはエシーのフングラス大型のマシェットですね。じゃじゃーん。買ったはいいけど、裏庭の枝を落とす時にしか使わないっていう。俺あれだよね。キャンプではちょっとこれやっぱり、凶悪そうに見えるよね。これをさ隣の人が持ってたらさジェイソンかみたいな感じになっちゃうけど。ジェイソンじゃなくてさ、ランボーだよね。ランボーランボーに出てくる。でもいやかっこいいんだけどねそのぐらいの。サイズがランボーに出てくるよね。でもねこれ枝とか落とすのには本当にねいいんだけど、まあでかすぎるよね。キャンプ向きではない。まあでも確かに斧に近いね。そうそうそう。でもなんかさ物としての魅力あるでしょ。あるけど、男の子のこう心をくすぐるものは持ってるね。そうだね。なんだろう。違う血が騒ぐみたい物騒だね。単純にな。そうだね。物騒。あれじゃない、ほらゾンビがさ地球上を支配するような世界になったらだったら必要になる。活躍するかもしれないですね、これね。ゾンビナイフ。でまあ一応これも買ってみたんだけど、あれやばい、また名前ちょっと忘れてた。これもね、これも評判が良かったんで、これ結構安い。でその海外のそのサイトから直接買うのが一番安くて、なぜか日本で代理店がないのかな。なんで穴開いてんの？これなんかね作る時にこれが必要らしいんだけど、そうなの？焼き入れとかの時だから、まあ、いろんな使い道あるかもしれないけど、でこれもグリップに工夫があって、こうやって握れば細かい作業で、端っこを握れば叩き切れの実用 100% みたいなナイフなんだよね。もうそれ俺の友達の生徒って言ったじゃん、あいつが結構これを選んでキャンプに持ってって使って、やっぱり
地面にバカバカってチップさせてさ全部研ぎ直してんだけど、俺は自分ではねキャンプで使ったことないんだよね。いやこれもゾンビナイフだね。違う血が騒ぐ。ちょっと凶悪なってき凶悪だねだいぶ。た。これもねミラー仕上げになってる巣は無駄に使わないのに、これも今ね多分毛剃れるよね。やっぱ毛が剃れるってことは切れ味がいいけどね。そうだね。やっぱ毛はさサバイバルのもうヒゲとかそうなんだけど、そのケースは作ったの？このケースはねちゃんとこのメーカーのやつ。でももう一個のゾンビ。いやこれもねこれも AC ナイフスの純正カイデックスシーで作ったの？これは俺が自分で作ったカイデックス。なるほど。だから AC とか他のやつを参考にしてケースついてるからちょっと見づらいけど、これねカチャッとこうしてカチャッとこのクリック感なかなか。そこはもう調整したいですね。親指当てて背中のところ親指当ててなるほど。カチャッいいでしょ。しっかりはまんね。パチッつってでシースさそのねキャンプスタイルさんレザーのプロじゃない。だからそのレザーシース作り俺もやってみたいなと思ったんだけど、実用性で言うとこのカイデックスシースの方が絶対いいの。全然いいと思う。濡れてもいいし落としても壊れないし借りないし、でもなんていうの情緒っていうのまあね。やっぱさ単純にかっこいいじゃん。かっこいいね。かっこいいってもんじゃん。もう雨の日とかもう地獄だよこんなの持ってたら。一応これ中も全部蜜蝋入れてるからそんなにビジョビジョにならないとは思うけど、でも雨の日にあんま行かないからね。だねなんかこっちはタクティカルみたいな。ああそうだね。でもそういう好きな人いっぱいいるからね。そう俺もこういうのも好きだしこういうのも好きだし、できればこれにこれをベースにレザー巻いて、なるほど。これのいいとこ取りみたいなやつもちょっと試してみたいなと思ってるんだけど、いやね、でもさこういうのみんな好きじゃん。こういうとこにさいやサバイバルアイテム的なのが入ってるさガチャガチャつって、これはいわゆる火起こしセット、はい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 。アルコールとはいはい。固形燃料とみたいな。そうですね。なるほど。くすぐるね。すごいでしょ。これでさっきのこれなんかだとゾンビナイフ。なんだっけ名前は。エシのハンです。例えばこれなんかにもうブッシュクラフトだったら絶対ノコギリ必要じゃん。これここにつけられるんだよガチャッと。パチパチでつけられるでしこれこれ、ょ。こうで要はナイフとノコギリとでさらにさここに小型のナイフまでくっつけちゃったらもうわけわかんないけどねこんなっていうことでもねアメリカでそういうカイデックスシースのカスタムとかする人いっぱいいるんだけど、これをベースにこういうでかいやつベースにこれを斜めにつけてさらにサバイバルアイテムがライトとかついてるみたいなゴリゴリのやつとか作ってる人いるんだよ。ワンセットでそれであれだもんね。もう全部できちゃう。だからこれだけ持ってノリに入って生き延びるみたいな。でも日本だとオーバースペックじゃん確実に。でもそれだけで山入るってことでしょ。まあどうなんだでもねいたけどねここにそのエマージェンシーブラケットをつけてエシーのサバイバルコーチってのがあるんだよ。それとこのナイフだけでいくみたいな。どうなんでしょうね。やりすぎかな。いやいやいや徹底的にやるのもいいんだ。まあとりあえず近々やるのは多分これのこの絵を剥ぎ取って、ウッドか水牛の角の殴り加工にしてみようと。同じ形は同じ。いやもうもっと太く握りややすい形まで塗っていくかなるな。どうなんだろうね。ちょっと時間が作ってやってみる。ざーっとナイフでした。
キャンプスタイルさんがですね、カストロームの、ナイフをご購入いただきました。ちょっともっと正面にドンと、これカストロームのナンバー10選ばれたみたいですね。こちらのタイプですね。でなんかシースはおざなりなシースがついてたんですけど、これご自分で作られるそうです。作りますよ、ね、キャンプの達人がこのナイフをどのように活用してくれるのか楽しみですね。そうでした。はい、ありがとうございます。